ベルベージの野原です。本日もオンラインストアにアップした商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルジンウェブストアの方によろしくお願いします。これからご紹介する商品は10月3日の夜21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらがチャンピオンのバータグです。サイズ表記 M になってます。でこちらはリバーシブルのタイプですね。少し焼けがあって色抜けてる部分とかちょっと汚れとかはあるんですけど、なんか致命的なダメージっていうのはあんまりないかなと思います。後ろも少し色あせありますね。サイズ表記 M なので僕がちょっと小さいピタッとするサイズになってます。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてもう1枚、こちらはアーテックスの M 表記ですね。 100% コットンになってます。ラバープリントでノースウェイスの3段で入ってますね。こちらも全体的に退色している感じは少しあって、あとはちょっとここのダメージが1点ありますね。アーテックスの M 表記なのでこちらもちょっと僕は少し小さく感じるサイズ感になってます。こちらのお値段が5800円に消費税です。もう1枚 T シャツですね。こちらチャンピオンの88ボディ M 表記です。こちらもラバープリントになっていて、こちらもちょっとね汚れが少しあるんですが、まだ漂白とかしてだんだん薄くはなっていくような汚れだとは思います。後ろの方にも少しサビですかね、ちょっと汚れがまだ残っている状態にはなっちゃってます。チャンピオンの M 表記、僕こちらもちょっとぴったりするサイズ感ですね。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。もう一枚チャンピオンの T シャツですね。こちらタグはプロダクツのタグです。サイズ表記だけちょっと見えなくなっちゃってます。すいません。ちょっと襟元とか少しダメージがきてるところはあるんですが、染み込みのプリントでかっこいいですね。ちょっと汚れもありますね。後ろは特に目立つ汚れっていうのはあんまり見られないです。サイズ表記あるとしたらこちらは L 表記だと思います。僕がジャストで着れるぐらいのサイズ感だと思いますね。こちらのお値段が6800円に消費税です。続いてもう1枚チャンピオンの T シャツですね。こちらトリコの 100% コットン、サイズ表記 M になってます。水色ボディでコロンビアのラバー1段でシンプルでいいですね。ちょっと汚れが少し残っている状態です。背中の方はちょっとこちらですね、汚れがちょっと残っている状態です。ただ特に大きいダメージはないので全然まだ着れるサイズ、着れる状態だと思います。こちら特にそこまで縮みが出てないので M 表記ですけど、僕がジャストで着れるサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が5800円に消費税です。続いてこちらフルーツの2枚タグの M 表記ですね。こちらも 100% コットンです。このプリント珍しいですよね。なんかタイダイではないんですけど、なんか大判の、こちらも特にダメージはない状態になってますね。フルーツ2枚タグの M 表記で僕ジャストで着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が6800円に消費税です。続いてシャツいきます。こちらラルフローレンの M 表記ですね。このマルチの配色結構人気あります。少し汚れが残っている状態にはなるんですが、ただこちらも特に致命的なダメージは見られないかなと思います。サイズ表記 M で僕はちょうどいいサイズですね。
こちらの方でお値段が6800円に消費税です。もう1枚ラルフのシャツですね。タグがこちらでサイズ表記 L になってます。チン付きです。チンストラップ、赤のストライプいいですね。特に状態も結構いい方だと思います。こちら L 表記だと僕ちょっと大きく感じるぐらいのサイズ感です。こちらの方のお値段が6800円に消費税です。もう1枚ラルフのシャツです。こちらタグがこちらでサイズ表記 XL ですね。ウエスタンの仕様になってますね。ウエスタンシャツだとこういうチェックの柄ってなかなか少ないと思うので、程度もかなりいいですね。サイズ表記 XL だと僕は結構大きく感じるサイズ感です。また今っぽくその大きめに、ウエスタンこそ小さいサイズのものばっかりなんで、この辺は大きいのはかなり貴重かなと。お値段の方が6800円に消費税です。続いてネルシャツですね。こちらはビッグマックのST ジョーンズベイになってますね。サイズ表記がこちらミディアム表記ですね。かなり程度いいと思います。こちら後ろがこういう感じですね。本当綺麗な状態だと思いますね。サイズ表記 M で僕がちょうどいい、ジャストな感じのサイズ感ですね。こちらの方のお値段が6800円に消費税です。もう1枚ネルシャツです。こちらエディバーのタグついてますね。サイズ表記はちょっとない状態です。すいません。このストライプ結構珍しいですね。状態も比較的いい方かなと思います。サイズ表記あるとしたら、だいたい L ぐらいですかね。僕ちょっとゆとりがある感じで着れるサイズ感です。こちらの方のお値段が7800円に消費税です。もう1枚ネルシャツですね。タグがこちらでサイズ表記 M になってます。この青系の配色やっぱいいですよね。ちょっとダメージっていうのがこの腕の方ですね。ちょっとここはリペアが必要かなと思います。この辺はこういう雰囲気で着てあげてもいいかなと思いますけど、袖口なんでそこまで目立つような場所ではないかなと思います。こちらの方のお値段が7800円に消費税になってます。続いてウールシャツを1枚。こちらペンドルトンですね。サイズ表記16ハーフになってます。このオンブレのシャドウチェックみたいな配色すごい綺麗ですね。じゃあいわゆるペンドルトンのボックスの形ではなくてラウンドの形になってます。程度もかなりいい方だと思いますね。これやっぱ厳選して買ってきているので、配色が本当いいですね。僕かなり好きです。こういうのサイズ表記16ハーフなので、僕はちょっと大きい感じでゆとりがある感じですね。こちらの方のお値段が7800円に消費税です。続いてスウェットいきます。こちらナイキの90年のタグついてますね。サイズ表記 M になってます。こちらラバーのナイキのロゴですね。後ろは無地で、特に綺麗な状態だと思います。サイズ表記 M なので僕はちょっと小さく感じるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。
続いてリバースウィーブ1枚いきます。タグが刺繍タグの WXL です。赤ボディのラバー1段のプリントですね。こちら程度がいいですね。すごくそんな目立った汚れダメージ特にないです。WXL だと僕は結構大きいサイズ感になっちゃいます。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてヴィンテージスウェットですね。こちらタグはついてないんですが、前 V の白ボディでちょっとペンキがちょっと細かいですけどちょっと飛んでます。袖の方とかにも少し飛んでますね。本当なんか雰囲気としてすごいいいかなと思います。サイズ表記あったとしたらL ぐらいですかね。ちょっと着丈はそんなにないんですけど幅は割とあるっていう状態です。こちらの方のお値段が7800円に消費税です。こちらヴィンテージスウェットですね。こちらいいタグついてます。ヘインズのウィンドシールドですね。サイズ表記 XL です。で、ネイビーボディに黄色のこちらもラバープリントですね。2段で入ってます。ちょっとこれに関しては少しもう袖が切られてるっていう状態で、あとはダメージも結構あります。ただこの雰囲気すごいかっこいいなと思って選んでみました。この辺とかもダメージありますね。あとサイズがっていうところと、ブランドもいいですし、その辺でこれは持っててもありかなと思います。XL ですし、僕も普通にジャストで着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が12800円に消費税になってます。続いてセーター1枚ですね。こちらタグがこちらでサイズ表記42です。もうタグにも書いてある通りなんですけど、カシミヤですね。カシミヤのタートルネック、結構珍しいと思いますね。なんかこの辺やっぱ程度厳選して買ってきてはいるのでかなり綺麗な状態ですね。色味もなんか冬っぽくていいですね。サイズ表記42なので僕がちょうどいい感じに着れるサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてパタゴニアのフリースからシェルドシンチラのベストですね。タグがこちらでサイズ表記 L 表記になってます。こちら触ると分かるんですけどフリースの状態めちゃめちゃいいんですよ。程度がかなりいいと思います。後ろもすごい綺麗ですね。サイズ表記 L で僕はちょうどいい感じに着れるサイズ感ですね。ほんとなんかもうバキバキです。綺麗ですし、こちらお値段が7800円に消費税です。続いてスナップ T ですね。タグがこちらのシンチラでサイズ表記 M になってます。この柄可愛いですよね。なんかあまり見かけないなと思って選んでみました。フリースの状態はまだいい方なので全然、長く着れるものかなと思います。サイズ表記 M だと僕はちょっとぴったりするサイズ感になってます。こちらの方でお値段が12800円に消費税です。続いてレザージャケット1枚いきます。タグがちょっと右端が切れてるんですけどこちらのタグになってますね。でジップがこちらのジップですね。状態としてはちょっと汚れっていうのが少しあるんですが、ただ黒のレザーなんでやっぱかっこいいですね。締まります。サイズあったとして38ぐらいですかね。僕ぴったりするサイズ感になっちゃってます。ちょっと気持ち小さく感じますね、この辺は。
こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。続いてコーデュロイのジャケットですね。タグがこちらのタグついてます。サイズ表記36になってますね。サイズが36っていうのもあるんですが、レディースの合わせになってるので、それでちょっと作り自体が小さいとか細めの作りになっちゃってます。僕は正直着れるかどうかっていうぐらいのサイズ感ですね。結構小さく感じます。ちょっと全体的にその汚れとか少しあるので、決して程度がいいとは言えませんが、いいワッペンついててっていうところでいいかなと思います。こちらの方のお値段が9800円に消費税になってます。続いてジャケットいきます。黒のウールの、スタジャンみたいな形ですね。でこちらがリバーシブルになってて、中側にもこういうポケットついててっていう感じですね。ほんと裏面でも着れます。やっぱ黒いいですね。この辺は直す程度も、ざっくりですがいい方だと思うので。でタグがすいません、ちょっと探したんですけど見つからなくて、多分タグついてない状態ですね。これはサイズ表記あったとしたらM ぐらいですかね。僕ちょっと小さいかなっていうサイズ感です。こちらの方のお値段が9800円に消費税です。続いてリーのストームライダーのタグついてますね。サイズ表記はちょっとこっちも削られちゃってます。ピスネームがこちらについてますね。 MR 入ってます。リーでこの形のボアジャケすごい珍しいですよね。リーバイとは違ったような色味もしていて、それも独特でいいかなと思います。サイズ表記あったとしたらだいたい42ぐらいかなと思います。僕普通に余裕持って着れるサイズ感だと思いますね。こちらの方でお値段が15,800円に消費税です。続いていいブランドです。ヘラクレスのブランケット付きの、カバーオールですね。ちょっと全体的に焼けとか少しダメージこの辺はやっぱあるんですが、後ろの方は割と綺麗な状態になってますね。ちょっと袖の入り口とかも少しダメージがきててっていう状態ですね。またブランドがすごくいいのでこの辺はかなりいいと思います。サイズ表記あったとしたらこれも42から44ぐらいですかね。僕ちょっと大きく感じるサイズ感だと思います。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になってます。続いてミリタリーからジャングルファティーグですね。サイズ表記なかなか珍しいと思います。これ XS ショート、あんまり見かけないサイズ感ですよね。でリップストップのグリーンリーフ、いわゆるフォースですね。程度も、ざっくりですが結構綺麗な状態だと思います。X ショートなんで正直僕は結構小さく感じるサイズ感です。ただ本当小柄な方とか女性の方が着られてもかなりいいんじゃないかなと思います。こちらの方でお値段が7,800円に消費税になってます。もう一枚ミリタリーのジャケットで、こちら M65 のアルミジップ、サイズ表記がミディアムレギュラーになってます。ちょっとこの右胸ですね、多分おそらくワッペンがついてたんだろうなっていう跡が残っちゃってる状態にはなってます。あと背中もですね、多分ここもついてたんでしょうけど多分剥がされてっていう状態ですね。
またひどいダメージっていうのは特にないので、買い付けに行っても思うんですけど、M65 のジャケットって結構程度悪いのばっかりというか、いいのがなかなか見つからないので、この辺はかなり綺麗な状態だと思います。ミディアムレギュラーだと僕はちょうどいいサイズ感で、若干ゆとりがある感じのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税です。続いてこちらがノースフェイスのダウンベスト、サイズ表記が42になってます。定番のもうクリスティの定番ですね。本当こちら肩の方がレザーで下はナイロンでっていう切り返しになってますね。ちょっとこの辺が少し程度的には悪いんですが、またやっぱ小さいサイズのものとか、あとレディース合わせのものが多いので、こういうちゃんとしたなんか大きめのサイズ感ってかなり少ないと思います。サイズ42だと僕はちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方のお値段が49,800円に消費税になってます。続いてカバーオールですね。こちらタグはちょっとついてない状態なんですが、あるとしたらこっちかもしれないですね。ついてない状態で、ノーブランドカバーオールなんですけど、いいところがボタンが星になってますね。一つアクセントとしていいかと思います。全部のボタンが星のボタンですね。程度としては、まずはちょっとここですね、少し汚れがあるっていうところと、あとはちょっと袖の入り口の方が少しダメージきてて、あと襟の方ですね、ちょっと危ない状態です。少し補強っていう意味でリペアしていただいてから着るのがいいかなと思いますね。また本当ザ・ヴィンテージっていうようないい色になってると思うので、これは本当いいですね。あともう一つこれのいいところっていうと、サイズ感がすごいんですよ。形すごい良くて、実値大体38ぐらいなんですけど、その着丈が長すぎないので、やっぱカバーオールで着丈長すぎないってなかなか少ないと思います。めちゃめちゃいいと思います。これはお値段の方が89,800円に消費税になってます。続いてちょっと小物を挟んでいこうかなと思います。まずベルトからですね。こちら特になんかブランドとかタグとかはついてないんですが、スコービルのスナップが使われていて、でサイズ表記34になってますね。でも状態としては、この穴とかを見たらあれなんですけど、この金具を通していたような跡っていうのは特に見られないので、おそらく未使用の状態なのかなと思います。こちらの方でお値段が6,800円に消費税になってます。続いてユーティリティキャップですね。毎度ちょっとご好評いただいててっていうところですね。こちらデッドストックの状態でサイズ表記7と4分の1です。やっぱかぶれる方多いサイズ感だと思うので、この辺はかなり使えますね。こちらの方でお値段が6,800円に消費税になってます。ランドリーバッグですね。こういう色濃いのなかなか見かけないと思うので、若干ちょっと細かく見ないと分かんないですけど、毛羽立ちもうっすら残ってるので、こういう状態はなかなか見かけないです。本当に大きさ的にも使い勝手はいいかなと思います。こちらのお値段は7,800円に消費税になってます。続いて LL ビーンのレザートート、しかもこれは筆記体のタグですね。筆記体でこのサイズ感ってかなり珍しいと思います。僕はそうですね、ほんと数回見たことあるかどうかぐらいだと思いますね。サイズ感でいうとこれぐらいの感じですね。中の状態としても結構いい方だと思うので、
あとやっぱ気になるのはこの辺ですね、角の外側の、まだ全然使える状態だと思います。こちらの方でお値段が 49,800 円に消費税になってます。続いてパンツいきますね。こちらアメリカ製501ブラックですね。パッチ表記が US32 表記のレングス30インチ、いいサイズですね。これもあんまり洗いかかってない状態だと思います。結構色残ってる状態ですね。こちらは中が白の方ですね。実寸で、特に縮み出てないですね。3230っていうサイズです。僕がちょうどいい、ちょっとウエストはゆとりありますけど、でもいい感じで履けるサイズ感です。こちらの方でお値段が 9,800 円に消費税です。もう1本501ブラックいきます。こちらはパッチ表記がウエスト34のレングス29。ちょっと気になるのはこの辺ですかね。少し糸が抜けてっていう状態がありますけど、特に大きいダメージは見られないのでかなり綺麗な状態だと思います。こちらは裏が黒の方ですね。色残り自体は結構残ってる方だと思います。こちらもほとんど縮み出てなくて実寸で34ニック。僕ちょっと気持ちウエストは緩いですけど、この、パッチ表記で29インチレングスがっていうのはかなりやっぱ少ないと思うので貴重かなと思います。こちらのお値段が 7,800 円に消費税になってます。続いて646のちょっとすみません見づらいですけどびっくりです。いい色ですよね。まだ残ってる方かなと思います。レングスもオリジナルのレングスですね。特に股とかもダメージはなくっていう状態ですが、サイドの方ですね、ちょっとこちらだけリペアした方がいいかなとは思います。ちょっとこういう状態になってますね。実寸で、ウエスト34インチのレングス31インチ。僕はちょっと大きいですが、この色は、やっぱいいんじゃないですかね。ビッグ E で343インチ、すごくいいと思います。こちらの方のお値段が 15,800 円に消費税になってます。続いて646ベルボトムですね。646のちょっと見づらいですがビッグ E です。マッコンとは言えないですけど、いい色だと思います。もちろんレングスもオリジナルのレングスになってますね。股とかも特にダメージはないんですが、ちょっとサイドの方だけこちらですね、少しリペアが必要かなっていう状態にはなってます。でジップが42タロンついてますね。646ってやっぱ小さいサイズが多いイメージなので、こちらで実寸が343インチ。僕は気持ち緩いですが、まだこのサイズ感ハマる方はぜひおすすめです。こちらの方のお値段が 15,800 円で消費税になってます。続いて501の黒缶抜きで赤耳です。トポダン裏が524なのでもう66後期の後の年代ですね。ただこれはちょっと、サイズも含めなんですが、この色の感じと裾の状態からしても切りっぱいになっちゃってるんですが、女性に履いてほしいなっていう僕は気持ちです。パッチ表記でウエストは29インチのレングス33インチ。ざっくりですがいい色だと思います。
実寸で、ニッパチ31。僕は全然もうウエストがきついんですが、本当女性に履いてほしいなと思います。こういう色履いてる女性なんかもおしゃれに合わせていただいたらすごいいいなと思うので、ヒールとか合わせてもかなり可愛いと思います。こちらでお値段が9800円に消費税になってます。もう1本、こちらは、黒缶抜きで、こちらも赤耳ついてて、トップボタン裏524なので、こちらもさっきと同様ですね。66後期の後の年代です。多少ダメージっていうところは数箇所あるんですが、こちらでパッチ表記がウエスト33のレングスも33インチ。いいサイズですね。結構履ける方が多いんだろうなっていうサイズ感だと思います。ちょっとダメージ少しまだありますね、後ろの方も。実寸で、ウエストそのまま33インチなんですが、レングスは31インチ。少し縮んでますね。元の色も結構いい色だと思うので、この辺はかなりいいかなと思います。お値段の方が15,800円に消費税になってます。続いてヴィンテージのデニムですね。こちらで505のビッグイですね。同ボタンで42タロンついてますですね。パッチはちょっとない状態なんですが、赤タブはビッグイですね。ちょっと裾上げがされてる状態なんですが、でプラスそれでちょっとダメージがきてる状態です。こちらもそうですね。ただ耳付きです。やっぱ505の耳付きほんと少ないと思うので、この辺はかなりいいですね。股の方も少しダメージがきてます。ちょっと補強してあげた方がいいか、長持ちするかなと思いますね。また色落ちの感じも綺麗な色だと思って選んでみました。後ろに関しては特にそこまで大きいダメージはなさそうですね。サイズが実寸でウエスト31インチのレングス29インチ。僕いい感じで履きそうなサイズ感ですね。505は本当ジャストで履いて綺麗なシルエットを出してっていう方がかっこいいかなと僕は思うので、サイズ合う方はぜひおすすめです。こちらの方でお値段29,800円に消費税になってます。最後に 501ZXX トップボタンもちろんシルバーで、こちら内側に隠しリベットあって、でジッパーがコンマのジッパー使われてます。めちゃめちゃいい色です。ザラッとしたような感じの色落ちになっていて、なんか濃淡がはっきりしててかっこいいですね。後ろの雰囲気もすごいかっこいいです。もちろんアーケードもイエローで、パッチはちょっと綺麗に取れちゃってる状態ではあるんですが、ベルトループ太くてこのセンターループになるので、両面レザーの年代ですね。めちゃめちゃかっこいいです。本当、気になるところって言ったらちょっとこのスレが少し気になるかなっていうぐらいです。ただ着用にはほぼ問題はないとは思うので、実寸でこちらウエスト32インチのレングスが31インチ。ちょっと僕には大きいんですが、このサイズハマる方は絶対持ってた方がいいです。それぐらいも本当かっこいい色ですね。あとプラスで言うと、これに関していいところっていうと、リペアが1箇所もないっていうのがすごいいいなと思います。もちろん股も綺麗な状態ですし、あとはレングスももちろんオリジナルの状態で残ってます。こちらかっこいいですね。ちょっと気になるところで言うと、あとはここが少し早い段階でリペアをして補強してあげた方がいいかなとは思います。これぐらいですね。本当にかなりかっこいいです。501ZXX こちらの方でお値段が258,000円に消費税になってます。本日のご紹介は以上になります。ベルベージの方で買取委託販売の方を行っております。ジージャンモンの発売に向けていろいろ準備の方ですね進めております。ジージャンの方ですね、
買取委託販売の方ですね、大募集してますのでよろしくお願いします。